皆様こんにちは。シトラスハンドメイドのサラです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はこちらの美しい蝶々のスクエア編んでいきたいと思います。はい、試行錯誤出来上がりました。今回はですね、糸3色使っております。3色の糸と、あといつも通りですね、かぎ針、とじ針、ハサミ、こちらを使って編んでいきたいと思います。はい、それでは編んでいきます。まずはこの中心から編んでいきます。これでいうとこのピンクの部分ですね。はい、ここから編んでいきます。まずは糸を指にくるくるくると巻きつけたら、針は下を通して左から右に引っ張ってきます。下を通ってで1回かけたら編みます。で指から糸を外します。でこの二重の輪っかに編み入れていきます。まず最初は、鎖編み4目編みます。1、2、3、4、鎖編み4目編めたら、今度は長編みです。まず針に糸を1、2、3回かけて、この二重の輪っかの中に針を入れて糸を引っ張ってきて、かけて2本だけ編む、かけて2本編む、かけて2本編む、かけて2本編みます。はい、これをもう一回編みます。1、2、3、3回かけたら輪の中に針を入れて糸を引っ張ってきて2本ずつ編みます。かけて2本、かけて2本、かけて2本、かけて2本。はい、そしたら、鎖編みを4回編みます。1、2、3、4。そしてこの輪っかに引き抜きます。針を入れて糸を引っ張って、こんな感じですね。はい、そしたらここから鎖編みを4回、1、2、3、4。そしたらここから長編みを今度は3回編み入れていきます。1、2、3回かけたら、この輪の中に針を入れて糸を引っ張ってきて、かけて2本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 。はい、あと2回これを編み入れていきます。1、2、3回かけて糸を引っ張ってきたら2本ずつ編みます。もう一回、1、2、3、糸を引っ張ってきて、かけて2本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 。そしたら次が鎖編み2回、1、2、そして今編んだ2回を戻ります。1、2で3目目のところ、この V のこっち側とその後ろの1本、こんな感じで針を入れます。はい、この2本に針を入れて今3本糸がかかっているんですけれども、ここを引き抜きます。かけて2本とこの最後の1本と全部を引き抜いたらこんな感じです。はい、でここからですね、鎖編みを5回編みます。1、2、3、4、5。そしてこの輪の中に引き抜きます。そしたら今度は鎖編みを7回、
1234567回。そしたら3目戻ります。こちら側が今 V の方ですね。後ろがお山の方です。この根元から123目、ここですね。この片側1本と裏のお山の1本、この2本をすくいます。こちら側がそうすると1本になりますね。こんな感じでここを引き抜きます。引き抜けたらここから長編みを3回編み入れていきます。1、2、3回かけて、この二重の輪のところに針を入れて糸を引っ張ってきて2本ずつ編みます。あと2回編みます。3回かけて引っ張ってきたら2本ずつ編んでいきます。もう1回1、2、3回かけて輪の中を通ってきて2本ずつ編みます。そしたら鎖編みを4回編みます。1、2、3、4でこの輪の中に引き抜きます。そしたら結構ね、いっぱいこの輪の中に糸が編まれているんですけれども、ちょっとここ広げながら、よいしょ、こんな感じでね、あとですね、もう少しなので、ここからですね、鎖編みを4回、1、2、3、4、そして長編みを2回編みます。1、2、3回かけて輪の中を通って糸を引っ張ってきて2本ずつ編んでいきます。もう1回ですね。1、2、3回かけてこの輪の中を通って糸を引っ張ってくる。2本ずつ編んでいきます。はい、そしたら4回鎖編み、1、2、3、4、そして輪の中を通ってここで引き抜きます。糸を引っ張ってきて引っ張ってきて、これで蝶々の部分完成なので、ここで糸をカットします。でこのままピーッと引っ張ります。はい、そしたらまずこの輪っかを縮めていきます。こう広げるとキューッと、そうするとここに2本ね糸があるので、糸端を少し引っ張っていくと動く方の糸があるので、よいしょ、はい、こっち側が動いたのでね、この根元を引っ張ります。そうすると輪が縮んでくるので、ある程度縮んだらこの今の糸端をぎゅーっと引っ張るとこの中心がね絞れます。そして今カットしたところのね、編んできたところの糸端にとじ針をセットしました。はい、でこれを最初とつなげていきます。これちょっと広げるとね、最初のところ根元の部位があります。はい、この部位をですね、前からこんな感じでね、部位のところに針を入れて、で優しく引っ張っていくとこんな感じでね、で今この糸が出ているところに針を戻していって、はい、ここにね戻していきます。そうするとこんな感じでね、一つ目ができる。
こんな感じになります。はい、そしたらこの糸は後ろにね糸処理して、あと最初の糸も一緒に後ろに隠していきます。はい、今糸処理が終わりました。可愛いですね。もうこのままでも可愛いですね。パタパタパタってね飛んでいきそうな蝶々ができました。でここからですね、この少しここをデコレーションしたいと思います。ここの色を変えたいと思います。なのでね、ここに来る糸を準備して、まずは輪っかを作ります。そしたらこの右側からこういう風に入れていきます。はい、場所はですね、こんな感じでちょっと広げると、この一番このとんがっている部分、ここからクイッと降りたこの部位、ここの部位とこの部位とここに入れたいんですね。まず最初ここから引き抜いていきたいんですけれども、こんな感じですね。はい、ここを前から部位のこっちだけ、こっち1本と後ろ1本、はい、こんな感じで針を入れたら、今作った輪っかを後ろ引っ掛けて前に引っ張ってきます。そしたらその上のここの部位もこの1本と後ろ1本針を入れて糸をかけたら引き抜き編みです。引き抜いてきます。そしてここですね、この部位、一番へこんでいるところの部位に針を入れて、ここも1本、もう1本後ろの1本取れるといいですね。こんな感じかな。はい、2本取れるとね結構しっかり感情にこう編めるので、はい、こんな感じでね、はい、すくったら引き抜きます。はい、そしてここからですね3回鎖編みを編みます。1、2、3。そしてこの出っ張りはスキップします。次はこうきたこの折りたところ手前1本に針を入れて引き抜くんですけれども、この中心のこう見て横にピッてなっているこの真ん中のね、この中心のすぐのところの横になっている糸から数えると、この手前の糸を数えていきます。すぐのところが1目目、1、2、3、4、5目目のところ、こんな感じで針入れてます。裏を見ると2本かかっています。はい、手前これを引き抜きます。で隣も手前1本をすくって引き抜きます。そしたらその次はですね、ここなんですけれども、これは後ろから針を入れてこんな感じで1本ね、手前1本のところに針を入れて、今編んできたこの輪をかけて後ろに引っ張っていきます。はい、そして後ろで1回鎖編みを編んで、で糸カットしちゃいます。はい、でこれは後ろの見えないところに隠していきます。続いて左側も編んでいきます。まずは同じく糸で輪っかを作ったら、左側はこう広げると、数え方は、横にピッてなったすぐのところちっちゃい部位があると思います。ここから数えたら、このちっちゃいところから1、2、3目目のこの手前1本、そうすると後ろ2本になっています。この1本を取ってこの輪っかを入れていくんですけれども、上から数えても3ですね。こう出っ張りがあってクッと降りたここの部位が
1として数えると123目で、下から数えてもちっちゃいところが123個目、この1本のところに針を入れて、でこの輪っかを後ろにかけて前に引っ張ってきます。そして隣の目も手前1本に針を入れて、そして引き抜き編み、隣の目もこの手前1本をすくって、後ろは2本になっています。で引き抜きます。はい、そしたらここから鎖編み3回、1、2、3、そしてこの出っ張りはスキップしてストンと降りたところ、ここに引き抜きます。こんな感じでね、こう見るとこうクッと降りた、ここです。ここに針を入れて、こんな感じでね、2本取れるといいですね。はい、引き抜きます。隣の目も手前1本、後ろは2本になります。引き抜きます。そしたらここでですね、もう先に糸をカットします。でピーッと糸を引っ張ったら、次はこの目ですよね。ここの目を後ろから前に、この1本で手前1本のところをこんな感じでね、針入れて、で糸をかけて、この今編んできた糸を後ろに引っ張ります。はい、こんな感じで糸が後ろに行きました。そしたらこの糸はまた見えないところに隠していきます。この最初の糸端も一緒に隠していきます。続いてこのスクエアの部分を編んでいきます。周りの部分ですね。ちょっとね複雑な感じなんで図にしてみました。はい、こんな感じでまずはここから編み込んでいきたいと思います。ここですね、長々編みが入って、長編み、中長、中長、そして角に鎖編み2目を入れて、このまま上に上がっていきます。でこの長々編みがちょうどこの横になる部分で、こう上がっていって角ができて、こう編んでいって、この長々編みがこの部分ですね、中心の部分で、この反対側は全くこのミラーで同じになります。なので編み方的にはこう編んでいってこう戻っていく編み方ですね。こっち側全くこうミラーで同じなんですね。はい、ね、ゆっくりちょっと編んでいきたいと思います。はい、それでは、このスクエアになる部分の糸をまずはこちらで輪っかを作ります。はい、そしたらこの蝶々をくるっとひっくり返して、ここから編み入れてってこっち側に向かいます。はい、このちょうど横にピッとなっているところなんですけれども、ここもしかしてね目がちっちゃいかもしれないので、少しこう開いてあげてね、この横になっているところにかぎ針が入るようにちょっとこう広げてあげて、でまずはこの輪っかにこんな感じでね針を入れて、これを糸端を後ろで押さえて1回糸をかけます。でこの今横、この広げたこの横になっているところに針を入れて、そうするとこんな感じでね今2本かかっています。はい、糸を引っ張ってきたらかけて2本編む、かけて2本編む、そして1回鎖編みを編みます。これがですね長々編みと書いてあったね中心のところになります。隣は長編みになります。隣はここをこう広げると
今編み入れた隣にちっちゃな部位があるかなと思うんですけれども、ここから数えるとちっちゃなところが1、そして2、3目目、広げるとこんな感じになります。ここですね。でこのちっちゃいところを数えなければ1、2、2つ目ですね。ここに手前1本、ここを拾って長編みを編みます。かけて針を入れて長編み、そして隣とその隣が中長編みになりますね。隣は今ここに入ったので、隣がこの手前の1本です。ここに中長編みかけて、手前1本に針を入れて引っ張ってきたら、この3本を編みます。はい、隣も中長編み、隣はこの柱の上ですね。ここにかけて、手前1本、後ろは2本になります。手前の1本を引くと後ろは2本。ここに糸を引っ張ってきて3本を編みます。そしたら鎖編みを2回。そして隣の目はここですね。はい、ここに、長編みを編みます。1、2回かけて、ここも手前1本、後ろは2本に針を入れて糸を引っ張ってきて2本ずつ編みます。はい、隣が長編みですね。かけてここ手前1本、後ろは2本長編み。はい、そしたら隣がですね、ここの広げると横になっているところです。ちょうどこの中心のところですね。で横になっている糸のところに長々編みなので1、2回かけて、この横になっているところに針を入れて、こんな感じでね、2本取れています。はい、糸を引っ張ってきたら2本ずつ編みます。はい、そしたらその次ですね。次は今編んだところがこの横になっているところなんですけれども、こう広げるとすぐのところにちっちゃな部位があります。ここも1として数えると1、2、3、4個目、この手前1本のところに中長編みを編んでいきます。ここですね。ここのところに編み入れていきます。かけて手前1本のところに針を入れて糸を引っ張ってきてかけて中長編みで、隣の目も中長編みです。かけて隣はここですね。ちょうどこの脇の色が出てきたところですね。この手前1本のところ、後ろ2本をすくって、ここですね。ここに中長編み、そして1、2と細編みを編み入れていきます。ここはですね、結構糸がいっぱいあるのでね、全部すくっていきます。ここに針を入れると、後ろいっぱい糸があるんですね。はい、この辺に、大体でいいですね。はい、で糸を入れて、こんな感じで細編み。はい、隣の目、このちょうどくぼみですね。ここもこの部位の間に針を入れて、後ろいっぱい糸がありますが、こんな感じでね、はい、針を出して細編み、大体で大丈夫です。はい、ここからですね、鎖編み3回、1、2、3回。そしたらこの出っ張りはスキップして、向こうのこの糸が切り替わっているところ、色が変わっているところから数えると、部位はですね、1つ、
2つ目、最初はちょっとこんな感じでね、糸がピヨンって中入ってる1本があって、その下に V が1個、次の2個目があります。この2個目のところに針を入れて、この V の真ん中に針を入れるとね、いいかなと思います。で、針を入れると後ろ糸いっぱい取れます。はい、ここに細編みです。で、隣は中長編みかけて、隣もこの V のところに間に針を入れて、で、中長編み、その隣は長編みになります。かけて、ちょうどこう糸がピッと入っているところですね。ここに針を入れて長編み、はい、そしたらこの中心になります長編みを、この糸横になっているところに長編みです。針を入れて、こんな感じでね、2本かかってます。長編みを編みます。はい、そしたらこんな感じで半分編めました。そしたらまた同じこういう風な編み方で戻ります。こっち側も編んでいきます。反対側、まずはですね、この横広げてみると、最初にちっちゃな V があります。ここから数えると1、2、3、3つ目、このちょうど糸がグッと入っているところですね。糸の色が切り替わっているところです。ここ手前1本をすくって長編みを編みます。手前の1本にこんな感じで針を入れて長編み、そして隣は中長編みですね。隣の目、はい、ここにちょうど V の最初の V のとこですね。ここの V の真ん中に針を入れて、後ろね、この結び目とかがあってね、ちょっと混雑しているんですけれども、全部を取って中長編みです。で、その隣は細編み、 V の真ん中に針を入れて、後ろここもね、糸いっぱいあります。細編みです。はい、そしたら3回鎖編みを編みます。1、2、3、そして、ここの出っ張りは飛ばして、ちょうどこう編み目を見ると1本クッと入っている、すぐが V、 1個目の V、 2個目の V のところですね。ここにまずは細編みですね。針を間に入れて細編み、隣の目もこの V の間に針を入れて細編み、そして中長編みが2回続きます。隣の目は中長編み、そして隣こんなになってます。はい、ここですね。この中長編み、手前の1本を拾って後ろが2本かかっています。中長編み、そしたら隣がですね、この長編みに来ます。長編みですね。ここを広げると横にピッとなっているので、ここに針を入れてこんな感じでね、2本かかってます。引っ張ってきて2本ずつ編みます。隣は長編みです。ここを開くと、まずはこの根元にちっちゃい V があります。ここを1と数えると1、2、3、4つ目、この目をここですね、この目に手前1本を拾って長編みを編みます。
隣の目、ここは長編みですね。手前の1本、後ろは2本。2本ずつ編みます。はい、そしたら鎖編みを1、2回編んで、ここですね。隣、ここは中長編みです。手前の1本、後ろは2本。中長編み、隣も中長編みですね。かけて隣はここですね。針を入れて後ろ2本中長編み、そして隣は長編みかけて、隣も手前1本のところに針を入れて長編み。はい、これで1周編めました。次の周は全部中長編みで編んでいきます。まずはここつなげていきます。一番最初編んだ目がこれですね。で、隣の長編みがこれ。こう広げるとこう V がありますね。長編みのここですね。2つの間、ここの V をこんな感じで針を入れたら引き抜きます。そしてまた同じ目に針を入れて糸を引っ張ってきて、この2本を編みます。そして1回鎖編み、隣から順番に中長編みを編んでいきます。かけて隣はここですね。中長編み、中長編み、そして角にきます。ここはまずは2回中長編みを編み入れます。1回、2回、そして2回鎖編みを挟んで、あと2回中長編みを編んでいきます。1回、2回、同じ目です。はい、これで角ができました。そしたら隣からまた中長編みを入れていきます。ここちょっと開くとね、ここに目があるので、はい、この端から編んでいきます。かけてここに中長編み、順番に編み入れていきます。はい、そしたらこの次のちょっとここね、ぐっと折りたたむとここに広いスペースがあるので、ここも同じくですね、中長編み2回、鎖編み2回、中長編み2回と編み入れていきます。まずは中長編みを1、2、そして、鎖編み2回、そして中長編みを2回、1、2、そしたらまたここ広げるとね、この最初のところに目があるので、ここから順番に中長編みを編み入れていきます。はい、そしたらまたこの角に来ました。少しここ折りたたんで、広いスペースに、ここがまた角になるので、まずは中長編みを2回、1、2、そして2回鎖編みで、あと2回中長編みを編み入れます。1、2、そして隣からまたここを広げて、このすぐのところから順番に中長編みです。
そしたらまた角ですね。ここも同じく、まずは中長編みを2回で2回鎖編みを編んで中長編みを2回1、2、角ですね。そしたら最後ここですね、かけて、まずはここのね開いたすぐのところ、ここから中長編み、隣に中長編み、ここが最後の目です。ここが最初ですね。ここの最後のところに中長編みを編み入れたら、先に糸をカットします。そしてこのままピーッと引っ張ってとじ針に糸をセットしたら、これを今ここから出ているんですけれども、これを最初とつなげていきます。最初の目がここですね。で次の中長編みがこの2つ目の中長編みのトップ、この部位にここですね、前から後ろへ針を入れるとこんな感じですね。で優しく今出てきたところの目に針を戻してゆっくりゆっくり引っ張ると一つ目ができます。こんな感じですね。はい。でこの糸は後ろの見えないところに板処理していきます。はい、完成しました。皆様編めたでしょうか。今回ですね、アクリル毛糸で編んでいるんですけれども、だいたい大きさが10センチぐらいになりましたね。横縦10センチの正方形です。編み目は13目1辺あります。この中長編みのラインで数えると11個、こんな感じでね柱が編めています。はい、とっても可愛いのでね、ぜひぜひ皆さん編んでみてくださいね。それでは今回もここまでご覧いただきありがとうございます。もしよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。